こんにちは、コーズスペースのコウです。今年は早く梅雨が明け、いよいよ本格的に暑い夏がやってきましたが、皆様元気にお過ごしでしょうか。また久しぶりの投稿となりましたが、今回の動画では前回の畑とは違い、去年に作ったレイズドベッドガーデンを今年も始動させる様子をお届けする内容となっています。広い畑と違って管理がしやすいので、ぜひたくさんの方に挑戦していただけたらなと思います。ではご覧ください。去年の春にあぜ板を使用してレイズドベッドを作り、初年度としては十分すぎるぐらい野菜がよく育ちました。いやー、すでに懐かしいですね。昨年大量に収穫できたブラックベリーを誘引しているフェンスにところどころ錆が生じているので、今年は錆止めペンキを塗って補修するところからのスタートです。ちなみに今のレイズドベッドはこんな感じです。コンポストの土を利用してリーフレタスを鉢で栽培してみることにしました。アナベルは新芽が出る前に剪定を行います。経験として低く剪定した方が大きく育つような気がします。4月、桜が咲き始めました。去年はタイミングを逃してしまったのですが、今年はようやく楽しめそうです。桜の季節になると、新緑の春の匂いと舞い散る薄桃色の花びらの景色がたくさんの記憶を呼び起こします。子供の頃、家族とお弁当を持って出かけたり、つくしや山菜を探して山に出かけた記憶がよみがえります。学生時代、新学期直前になると胸をざわつかせる不安と期待が入り混じったような感情も懐かしいです。皆さんにとってよみがえる春の記憶は何ですか？日中がだんだん暖かくなり、野菜に成長が見られ始めました。空いたスペースに早速次の野菜を植える準備をします。草マルチをよけてからコンポストの土を補充します。リーフレタスがぐんぐん成長し始めました。
ブラックベリーの成長に勢いが増してきました。今年は一番日当たりのいい場所にトマトを数種類植えることにしました。このレイズドベッドもマルチを剥がして土を軽くほぐした後、コンポストの土を足していきます。刈り取ったカラスのエンドウでマルチングしておきます。トマト内に少し手を加えて初期生育を良くさせたいと思います。下半分の葉はすべて切り落とします。葉を落とした茎の部分をすべて土に植えます。土に植えやすくするためにポットを倒して一晩放置します。葉先が上を向き、土に植えやすくなりました。等間隔に場所を決めたら植え付け開始。横に倒して茎全体が地面に埋まるようにします。草マルチを戻したら完了。いつの間にか剪定したアナベルからたくさん新芽が出ていました。リーフレタスがかなり成長したので収穫します。市販の培養土よりもかなり元気に育ちました。コンポストの土すごい。下葉から順番に収穫すると2ヶ月ほど収穫し続けられます。収穫後のお礼肥としてぼかし肥料を鉢の際の土の中に適量を施しました。これで一安心。
トマトに花芽がつきました。栄養が十分に行き渡るよう摘果をします。大玉トマトは最終的に1房約3から4個ほどになるよう摘果します。バラの花が咲き始める5月中旬、トマトの苗が勢いよく成長してきたので支柱を立てたいと思います。支柱はまっすぐ立てるだけではなく、斜めからも立てて重なる部分が三角形になると強度が飛躍的に増します。麻紐やゴムなどで支柱同士が交わる部分をすべて結んでいきます。完成です。露地のトマトは雨で実割れを起こしやすいので、水分の分散量を増やすために2本仕立てで育てます。大玉トマトの花数は3から4個までに、茎と葉の間から出てくる脇芽は取っておきます。さて、春夏野菜を植える準備です。マルチと雑草を簡単に避けた後、植える場所の土を軽くほぐして、ぼかし肥料とコンポストの土を混ぜ込んでいきます。排水性を考えてもみ殻も混ぜ込んでおきました。マルチを戻したら準備完了。きゅうりの支柱を設置します。季節ごとにさまざまな野菜の苗を植え替える作業は、四季の移り変わりを肌で感じられて幸せな気持ちになります。
今年はすでに5月の時点で全体が賑やかになってきました。トマトが着火し始めました。収穫の日が待ち遠しいです。今後の成長と収穫の様子もまたシェアさせていただきたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。I hope you liked this video, and if you liked it, please thumbs up and subscribe my channel. And I always love your comments. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.